今回はチェーンソーマン第1部で未回収の謎をまとめて紹介します。それでは早速見ていきましょう。一つ目の謎は小紅の契約悪魔です。公安大麻得意4課のメンバーであり、デンジや新井と同じく新人枠として登場した小紅。どもりや自信のなさが目立つ彼女ですが、腹が据わると驚くほど高い身体能力を発揮します。連戦で弱っていたとはいえ、指導役の姫野が敗れた。侍ソード、茜コンビからデンジを救い、秋の仕事を助けるなど活躍しています。新しい職場のファミリーハンバーガーでは、ミスを頻発しているのかいじめられていましたが、初見のダンレボをパーフェクトでクリアできるほど、身体能力は優れています。そんな小紅ですが、作中では悪魔の力を使うことなく、包丁のみで立ち回っており、契約悪魔は謎に包まれています。ちなみに地獄に行って、5体満足で戻ってこれたのは小紅とパワー、そして不死身のデンジのみだったため、強運の持ち主とも言えます。今まで描写された情報から、小紅の契約悪魔として予想されるのは、次の2つです。侍ソードに猿か、と言われるほど、人間離れした身体能力を持つ小紅ですが、この身体能力の高さは、悪魔の契約によってもたらされているのではないかと考察できます。作中では岸辺も高いビルから落ちても無傷という、異様な身体能力を持っているので、こちらも悪魔との契約が関係している可能性があります。もしくはデビルハンターになって生き残れる人間は、この程度の身体能力が必須なのかもしれません。次に予想されるのが運の悪魔です。チェーンソーマンと同じく少年ジャンプ作品である呪術廻戦。この登場人物に重茂春太というキャラクターがいます。重茂は奇跡を貯めるという能力を有しており、貯めた奇跡を自身の命に関わる局面で放出し、危機を回避することができます。小紅に関してもこれに類似する能力を持つと考察できます。彼女は作中で数々の危機を乗り越えていますが、実は家庭環境や職場に恵まれず、チェーンソーマンとマキマの戦いにも巻き込まれた、不幸なキャラクターです。小紅が運の悪魔と契約していると仮定すると、普段からで小さな不運を積むことによって、命の危機に瀕した際に幸運を発揮する、もしくは、周りに肩代わりさせている、と考察できます。これを裏付けるかのように、地獄で両腕が取れたキャラクターの中で、小紅とパワーのみ両腕がくっついています。秋や天使の悪魔はそのまま腕を失っていることから、人間ながら両腕がくっついた小紅には、何らかの力が働いているのでしょう。もう一つの仮説として、そもそも悪魔と未契約であるとも考えられます。なぜなら極端にビビりで怖がりの小紅が、契約に対価を差し出せるのかという点に疑問が残るためです。人間のデビルハンターである姫野や秋は、契約を払って悪魔の力を使っていますが、小紅は一度も悪魔の力を明確には使っていません。これはそもそも契約していないためで、秘密と濁した可能性もあります。小紅は第1部を生き延びた数少ないキャラクターのため、第2部で再登場する可能性が高いです。第2部では小紅の契約悪魔や、まだあまり露出していない、彼女の家族が出てくることを期待しましょう。次は4人の騎士についてです。マキマはストーリーの終盤で、武器の悪魔たちと4人の騎士が、チェーンソーマンと戦ったと語っています。4人の騎士はヨハネの目視録に記された存在で、それぞれ支配戦争騎士がモチーフになっています。このセリフでマキマは、悪魔と騎士を明確に区別していることから、支配の悪魔を含んだ4騎士の名前を冠する悪魔は、通常の悪魔と異なり完全な人型の悪魔で、それぞれがマキマと同等かそれ以上に強力と考えられます。第2部では支配の悪魔に代わって、死、戦争、飢餓の悪魔が登場する可能性が高いでしょう。また4騎士がヨハネ目視録を元ネタにしている場合、第1の騎士支配の後には、第2の騎士戦争が登場するのが順当ですが断定はできません。そして第3の騎士飢餓や、第4の騎士死については、古くから恐れられている存在であり、超越者である根源的恐怖の名前を持つ悪魔として、登場する可能性も考えられます。次はポチタの怪我についてです。デンジと初めて出会った時のポチタは、瀕死の重傷を負っていました。傷は重装にも見えるため、一銃の悪魔と戦って負傷した。二銃を持ったデビルハンターに攻撃された。という二つの可能性が有力です。一つ目の銃の悪魔と戦って負傷したという仮説については、やや疑いが残ります。なぜなら銃の悪魔が初めて登場したのは13年前ですが、現在16歳のデンジがポチタと初めて出会った際は、それなりに成長した姿だったためです。
この時のポチタの傷は古傷ではなく、比較的新しい傷のように見えるため、また合わせて、多くの悪魔から恐れられる地獄のヒーローチェンソーマンが、なぜ可愛いポチタの姿になった理由も明かされていません。こちらの真相も解明が待たれます。チェンソーマンの第1部では、10の悪魔を見つけて倒すことが当初の目標でした。公安の業務で10の悪魔の肉片を集めていたのはそのためです。しかし実際にはすでに倒されており、体を分割して各国で持つことで兵器のように利用されていました。そんな10の悪魔ですが、発見された時にはすでに倒されていたため、誰が倒したのかは不明なままです。作中でアメリカ大統領がマキマに差し向けた10の悪魔は、これまでに登場した悪魔たちが可愛く見えるほどに強力でしたが、それでもアメリカが所持していた 20% の本体から軽減した、20% の力しか持たない存在です。つまりこれよりもずっと強力な完全体の10の悪魔を、誰かが討伐したわけですが、一体誰が倒したのでしょうか？以前投稿した10の悪魔の動画でも考察したように、第1部の登場キャラクターの中で、10の悪魔と互角に渡り合える、10の悪魔と戦う動機がある、という条件を満たすのはチェンソーマンのみですが、まだ作中に登場していない悪魔が倒した可能性もありそうです。10の悪魔の肉体はおそらく残りが各国に存在しているため、第2部で再び登場することがあればこの謎が解明されるでしょう。次に未解決の謎として挙げられるのが、デンジの過去についてです。デンジの父親はヤクザから多額の借金をしていて、ある日息子のデンジを残して自殺しました。こういった背景から、デンジは幼少期より父親が残した借金を返済するために、ポチタと協力しながら臓器を売ったり、悪魔を飼ったりして暮らしていました。作中では終盤まで、デンジの父親については、扉の夢によって情報が隠されていましたが、マキマが君が殺したんでしょと問いかけたことで、デンジが殺したことが明らかになります。この際にマキマは、幼いデンジは酔った父親に殺されそうになり自己防衛のために殺した。借金を息子のデンジから取り立てるために周りが自殺ということで処理した。と語っており、デンジはこれまで、自分を守るためにその記憶を封印していました。しかしデンジは、公安のデビルハンターとしてマキマに飼われ、夢みたいな普通の暮らしを楽しんでいたものの、間接的にですがアキやパワーを殺す手伝いをしてしまい、挙句の果てに、過去に父親も殺したと伝えられて、心が壊れてしまいました。しかしこのデンジが父親を殺したという内容については、事実かどうか定かではありません。マキマがどの程度過去の物事を掌握していたかはわかりませんし、弱ったデンジに追い打ちをかけることで、ポチタとデンジの契約を破棄させることを狙った、ブラフという可能性も十分にあるでしょう。またデンジの家族については、父親が多額の借金を抱えていたことと、母親が心臓病で亡くなったこと以外は、ほとんど描写がなく明かされていない部分が多いため、今後家族についての情報が出てくる可能性は高そうです。次に紹介するのはパワーの契機についてです。秋の体を乗っ取った10の魔人を倒した後、デンジは自分で考えて行動することが嫌になり、10の悪魔を倒せた場合の願い事を叶えてもらうためにも、マキマの元に向かいます。するとデンジは何を叶えてほしいのかをマキマに問われ、マキマの犬になりたいと申し出ます。この後、マキマは家にパワーを呼びつけ、私がパワーちゃん殺すからデンジ君がドア開けて、と発言します。そしてドアを開けると、パワーはマキマが注文した、デンジの17歳の誕生日を祝うケーキを持ってきていたのですが、なんでパワーを呼んだんですと尋ねていたデンジが、ドアを開ける瞬間、何か不思議な感覚に陥ります。ドアを開けたらパワーが笑っててクラッカーを鳴らしてくれるんだ。そんでケーキを持ってて、あれと、まるで一度そのシーンを見たことがあるかのように、頭の中にケーキで祝われるシーンが描かれます。そして実際にドアを開けると、そこにはデンジが考えていたように、ケーキを持ったパワーが立っていましたが、マキマがクラッカーのような擬音とともに、何らかの能力を発動しました。デンジがパワーの死に関わることは、未来の悪魔により予言されていましたが、ケーキを持っていることや、クラッカーのような音が鳴ることを、事前にデンジが察知していたのは不自然です。このシーンに関しては、第2部以降で血の悪魔に戻ったパワーとデンジが再会することがあれば、真相がわかるかもしれません。次はチェンソーの音についてです。天使の悪魔によって、悪魔は死ぬと地獄へ帰り、
地獄で死ぬと同じ名前を冠する別個体の悪魔として人間界へ蘇る、と語られていました。つまり悪魔は輪廻転生を繰り返すため、チェーンソーマンに食べられる。名前の存在自体が全く恐怖されなくなる。といったことがない限り、その存在が消えることはありません。そんな悪魔ですが、公安に所属している悪魔は皆、地獄で死に際にチェーンソーを吹かすブーンという音を聞いており、その他の記憶はないものの、その音だけは唯一全員が記憶していることがわかっています。天使の悪魔によって確認が取れたのが、同僚の悪魔や魔人だけなので、より多くの悪魔が同じ音を聞いている可能性は高いですが、なぜこのチェーンソーの音を、悪魔たちは共通して聞いていたのでしょうか？一つ目の仮説としては、シンプルにチェーンソーマンが地獄で暴れていた、という理由が考えられます。チェーンソーマンは地獄のヒーローとして多くの悪魔に恐れられています。チェーンソーマンは助けを叫ぶとやってきて、叫ばれた悪魔を殺し、助けを求めた悪魔も殺す、という独特のルーティンを持っています。こうしたことから多くの悪魔の恨みを買っており、また地獄で大いに暴れていたことがわかります。しかし公安の悪魔や魔人が全て、チェーンソーマンに巻き込まれて輪廻転生したというのは、少しできすぎで不可解だと感じるため、他の可能性も探ってみましょう。悪魔が共通して死に際にチェーンソーの音を聞いていた理由として、地獄で悪魔を殺して人間界に送るのが、チェーンソーマンの役目だったという仮説も考えられます。チェーンソーマンは処刑人のように悪魔を送り出す役割を担っており、必然的にチェーンソーの音を聞くことになったというわけです。しかしながら巻き間にやること全部がめちゃくちゃ、と称されていることから、課された役割をこなすという行動はしないでしょう。最後に考えられるのが眷属を人間界に召喚したという理由です。公安の悪魔たちは全員チェーンソーマンの眷属の悪魔であったことが、第1部の終盤で明らかになりました。また天使の悪魔によって、死に際にチェーンソーの音を聞いていたと確認が取れたのは、同僚である公安の悪魔や魔人だけだったことから、チェーンソーマンが自分の眷属の悪魔だけを自らの手で地獄で殺して、人間の世界に連れて行っていった可能性もあるでしょう。もしそうであれば、チェーンソーマンの復活を目的にしていたマキマが、その復活に協力的な眷属だけを、意図的に公安に集めていたという説明もできます。最後にチェーンソーマンが輪廻転生した理由について考えてみます。先ほども紹介したように、悪魔はもともと地獄で生まれ地獄で死ぬと人間界にやってくる、というサイクルで生きています。これについてはチェーンソーマンポチタであっても、例外ではないでしょう。作中でもチェーンソーマンはめちゃくちゃな活躍のせいで、多くの悪魔に目をつけられて殺されているものの、その度にエンジンを吹かして起き上がっていたと語られています。しかしながらそんな圧倒的な強さを誇るチェーンソーマンは、人間界に輪廻転生していることから、エンジンを吹かせないほどのダメージを与えて殺し、人間界に転生させた悪魔がいるはずですが、その正体は分かっていません。生まれてから一度も死んでいない超越者であれば、チェーンソーマンと互角以上に戦えるはずですが、マキマとチェーンソーマンの戦い、マキマと闇の悪魔の戦いを比較すると、チェーンソーマンと闇の悪魔の両者に、大きな戦闘力の差は感じられず、チェーンソーマンがエンジンを吹かす隙すら作らせないほど実力差があるとは思えません。チェーンソーマンに関しては、地獄からドアを切り裂いて自力で戻ってきている描写があるため、チェーンソーマンに助けを叫んだ相手が、すでに地獄ではなく人間界にいるような場合は、自在に移動できる能力を持っている可能性もありますが、第2部では、チェーンソーマンと互角以上に戦える強力な悪魔との戦闘が、描かれそうです。以上、第1部で未回収だった謎のまとめでした。この動画で紹介した内容以外にも、気になる謎があればぜひコメント欄にお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。